ヒロ、2つ目を手に入れたよ。最後の1つはみんなで協力しないと決してたどり着けない。私も夢の中なら力を貸せるかもしれない。まずは彼の心の内を聞いてあげて。しかし宇宙は広いもんだな。宇宙服もなしに生きていける人類に進化を操れるドラゴン俺たちの世界の科学でも届きそうにない技術がわんさか溢れていやがる。本当だね。僕たちが知らないだけで宇宙にはいろんな人たちがいるんでしょ。ソラさん、宇宙に飛び出した人たちは安行の言うように魔法もなしに宇宙で呼吸ができてもおかしくない気がするんですけど、どうなんですか？いい視点ですね、ヒロ様。宇宙へ出てある程度活動ができる人類はだいたいある程度宇宙服などなしに生存できる遺伝子を科学で取り入れています。皆様の人類も宇宙へ飛び出す時にはそれが自然になっていますよ。ほえー、それにしてもデレがあんなにかっこよくなるなんてね。竜って全員進化したらあんな姿なの？アイナ。他にもいろんな姿の竜がいるわよ。翼の生えていない地竜、水中で過ごす水竜、そしてこの子と同じ天空竜。けどね、いきなり進化したりする竜は出るだけね。この鉄道のおかげで私はこの子のことを深く知ることができた。小さい時は意外とお調子者なのかもね、デルが。アイナさん、体が光り出してない？ああ、これが感謝の光なのね。感覚でしか言えないけれど悪い感じはしないのね。私の感謝で他の人を救うこの鉄道の力になるのなら乗っていって。アイナ様の感謝の気持ち、とても強い心強さを感じます。誠に感謝を。そっか、車掌さんとこの汽車はこの感謝の光が燃料だったな。食事と言うべきか？どちらの解釈でも合っていますよ。これで私と空の旅もエネルギー方面は解決しました。へえ、その言い方だと他の問題もありそうね。ええ、この前の宇宙海賊との戦いで武器の貯蔵が切れたのと、これからの旅の目的を考えると一度近くな機械に強い星でメンテナンスを行ってから向かうのが最適だと私と空の旅は判断しました。機械の星？ええ、間もなく到着する予定です。窓をご覧ください。あの星です。ほえー、映画に出てくるような星だね。あれ全部機械なの？この旅に出てから私の世界では一生見ることのないものを多く見てきたけど、あれはまた別格ね。そうね、マリコを使った感じもしないのに、あれだけの建造物をどうやって作り上げたのかしら。不思議ね。ソロさん、あの星の人たちはどんな暮らしをしているの？いい質問です、ヒロ様。あの星の名はアロンネだ。自然に恵まれぬ環境の中、星と体を機械に適合させることで繁栄してきた人々の星です。この銀河鉄道を整備できる数少ない信頼できる場所の一つでもあります。前回訪れたのは1800年前ですが、彼らは記憶を重んじる民、きっと覚えていることでしょう。この鉄道に理解がある人たちなんだね。相変わらずぶっ飛んだ時間の概念だが、それは置いておくとして、車掌さん、前の話を覚えているか？この銀河鉄道が何なのかについての話だ。ええ、この汽車がどこで作られたかですね。それを含め調べてみましょう。そうして僕らは機械の星へと降り立った。その間、ソラさんは急ぐように制御室の方へ向かって時空を超える装置を取り出し、精霊魔法で収納し隠していた。
これは珍しい。宇宙を駆けることで有名な銀河鉄道空の旅ではありませんか。前回にいらしたのは1800年前でしたかな。ええ、次の旅先に向かう前にメンテナンスと装備を整えたいのです。1800年も前のことを自然に覚えてるなんて。体が機械でできているから覚えていられるんだろうな。ええ、承りました。メンテナンス料として鉄道の構造を改めて調査させていただけますか。我々は機械文明の星ですが、あなた方の銀河鉄道は前回理解できませんでした。ですが今はわかります。あれは機械と魔法、そして感情で動いている。その構造はこの星の未来にとって計り知れない価値があるのです。構いません。ただし制御室だけは立ち入りをお断りします。それでもよろしいですか。承知いたしました。さあ諸君、こんな機会はめったにないぞ。今度こそこの未知の技術をものにしてみせるんだ。こうして銀河鉄道は機械の星の技術者たちに囲まれることになった。すっごい、これ全部機械で動いてるの。魔力の流れを一切感じないわ。なあヒロ、この星のやつら魔法も竜もなしでここまで来たんだよな。俺さ、助けたいやつがいるって言ったろ。あいつを助けるためには魔法でも力でもなく、俺らの世界の技術を超越した科学の力なんじゃないかって思っているんだ。この時の僕はまだ知らなかった。安行のその思いがどれほど重いものなのかを。銀河鉄道と空の旅ご一行様、メンテナンスが完了いたしました。ご注文通り整備と最新の武装を搭載しております。そして例の機能も取り付けさせていただきました。ありがとうございます。とても良い状態です。例の機能はこの星にしか今のところない機能だったので大変助かります。本当に素晴らしい。これほどの年月が経ってもなおこの鉄道の技術を理解できないとは。あんたたちでもこの鉄道がどこで作られたのかわからなかったのか。ええ、我々の星以上に進んだ技術など宇宙を通してそうそうお目にかかれません。まるで遥かな未来から来たかのようです。車掌殿、この鉄道はまさか時空すら超えることができるのでは。そのような技術があれば多くの人が渇望するのでしょうね。その通りですな。それではまた整備が必要な時が来たらまたこの星をお立ち寄りください。次こそはこの鉄道の技術を解き明かしてみせますぞ。ソラさんが明らかに時空の話をそらしたのが中学生の僕でも分かった。そうして鉄道の整備を終えた僕らは機械の星アロンメダを旅立った。ソラさん、やっぱり時空を超える装置があることがあの星の人たちに分かっちゃうとまずかったの？ええ、こればかりは時空の掟で定められているのです。時空の掟？その技術は自らたどり着いたものだけなの。そして何より時は決して過去を変えることを許しません。それを知られるわけにはいかないのです。そうなんだ。でもさ、なんとなくだけど分かってきた気がする、この鉄道のこと。ああ、俺たちの星以上の技術を持ったあの星の連中でもわからねえんだ。俺たちが無理に考えたって答えは出ねえさ。今の俺は自分の目的さえ果たせればそれでいい。けどさ、私たちは時空を超える機能のことを知っちゃったけど、それはいいの？この鉄道に乗られてるお客様は最初からそれも含めて願いに導かれているのです。それに時空装置に触れようとした者は私のように鉄道と一体化していない限り必ず何かを失います。それは取り戻せないかけがえのないものです。なんとなく思ってたけど、未来から来た列車か。信じられないことだけど夢があるわね。そういえばさ、安行の助けたい人って
どんな人なの？そういえば詳しく聞いたことはなかったわ。ああ、ミコトは俺に安行って名前をくれたやつなんだ。本名じゃなかったの？じゃああんたの本当の名前が？御曹司の俺に安行なんて名前似合わねえだろ。ジュリアス、俺はこの科学を魔法に変える杖を作った会社、その息子だ。ある日、俺の星に突然インベーダーが現れた。その時俺をかばったのがミコトだ。あんたは逃げて。俺はあいつに生きろって言われたんだ。あんたは生きていないと意味ないのよ。シリアス、大丈夫？よくもやったわね。まずい、杖を奪われた。ミコト、俺はあいつを救うためにこの列車に乗ったんだ。それでは皆様、これよりこの鉄道はヘンルーダ体験ツアーへと入ります。到着まで快適な空の旅をお楽しみください。